皆さんこんにちは。今日はこれから毛布を洗いに行きます。コインランドリーで洗います。ここで洗います。このコインランドリーは靴を脱いで入ります。日本ではいろいろな場所で靴を脱ぐことが多いですが、コインランドリーで靴を脱いだのはここが初めてでした。びっくりしました。さて、毛布を洗濯機に入れます。洗濯機と書きますが、発音は洗濯機となることが多いです。コインランドリーでは紙幣が使えないことが多いです。紙幣というのは紙のお金です。効果がなかったので両替えをします。千円札を硬貨にします。硬貨を入れます。洗濯が始まりました。乾燥までしてくれます。終わった後に取りに来ます。なので、一旦家に帰りました。これはその日の夕方です。葉っぱが黄色いですね。紅葉みたいですが違います。夕日です。この日は本当に夕日が綺麗でした。ここにお堀通りと書いてあります。お堀というのはお城の周りに作った川のことです。つまり、後ろにあるのはお城です。ただ、ここのお城自体は残っていません。火事で燃えてしまいました。石垣と門などがいくつか残っています。ここは石川県の金沢市です。東京から新幹線で2時間半の場所です。金沢は歴史のある町として有名です。観光客がたくさん来る場所です。何かイベントをやっています。よく見るとみんな犬を連れています。何のイベントかわからなかったのですが、多分犬に関係するイベントだったんだと思います。目の前に見えているのは兼六園です。兼六園は有名な日本庭園です。とても広いです。昔はお城の一部でした。今はお城は公園になっていて、庭は兼六園として公開されています。この時、兼六園はもうすぐ閉まる時間でした。なので、門がちょっとしか開いていないですね。兼六園の横に面白そうな神社がありました。
赤い鳥居がいくつも続いています。あそこ、通ってみたいですよね。信号を待ちます。ピヨピヨという鳥の鳴き声が聞こえましたか？信号が青になったことを音で伝えています。2つありますね。こっちは絵馬がたくさんぶら下がっています。絵馬というのはお願い事を書く木です。こちらを通りましょう。途中に大きい木が生えています。赤い柱に会社や人の名前が書いてあります。これを建てるのにお金を出した会社や人の名前です。この赤い鳥居、101個あるそうです。結構迫力がありますね。そろそろ終わります。面白かったです。上にもいろいろありそうです。階段を登っていきましょう。結構長い階段です。金沢に来るときは歩きやすい靴がいいと思います。ちょっと素敵な建物ですね。本日は閉館しましたと書いてあります。閉まってます。道の向こうのあの建物も古くて素敵ですね。白い壁と濃い色の木の部分がすごくいい雰囲気を出していますね。横に赤い鳥居が見えますね。鳥居があるということは神社だと思います。今度行ってみたいと思います。その反対側が石川県立美術館です。金沢は石川県の県庁所在地です。石川県の中心となる市ということです。石川県は工芸品が有名です。例えば、九谷焼、漆を使った輪島塗、それから金箔などの金沢箔などいろいろあります。金沢には金沢美術工芸大学という大学があります。ここの工芸科に行くといろいろな工芸の技術が学べます。金沢は工芸の町でもあるわけです。目の前の建物、素敵じゃないですか？国立工芸館と書いてあります。
国立というのは国が作ったという意味です。なので、これは国の工芸館ということです。国立のものは東京に多くあります。でも、東京にばかり集中させるのをやめようという動きがあって、工芸館は石川県に作られたんだそうです。洋風で素敵な建物ですね。どちらも1898年に建てられたものだそうです。きれいに修復してありますね。さて、足元にはポケモンがいました。マンホールの蓋にポケモンがいますね。これ、全国のいろいろな場所にあるみたいです。どこにどんなのがあるのか知りたい人はリンクを貼っておきます。見てみてください。では先に行きましょう。赤レンガの素敵な建物が建っています。これは何でしょうね。この赤レンガの建物は博物館になっています。ライトアップされていてとても綺麗でした。他に人がいなくて、この綺麗な景色を独り占めできました。最高でした。虫の鳴き声が聞こえます。虫の鳴き声がすると秋を感じます。今はまだ秋とは思えないくらい暑いんですけど。道も赤レンガで舗装されていて、とっても素敵ですね。ずっと歩いていたいくらいです。月が出ています。この日は9月16日でした。その次の日、9月17日が旧暦の8月15日でした。旧暦の8月15日は月が一番きれいに見える日です。NTT 西日本。NTT は誰でも知ってる有名な電話の会社です。月の話に戻ります。今、私たちが使っているカレンダーは太陽の動きに合わせたものです。その前は旧暦を使っていました。旧暦というのは月の満ち欠け、つまり月の形の変化で一月の長さを決めていました。なので
旧暦の8月15日はいつも満月です。その8月15日の満月は満月の中でも一番きれいな満月なので、中秋の名月と呼ばれています。中秋は秋の真ん中と書きます。旧暦では7月から9月が秋です。その秋の真ん中である8月15日が中秋です。つまり中秋というのは旧暦の8月15日のこと。15日なので、その夜のことを十五夜と言います。十五夜には一番きれいな月、中秋の名月を見ます。それをお月見と言います。月を見ると書きます。お月見の時にはだいたいお団子を食べます。なのでスーパーやコンビニではこの旧暦の8月15日の2日前くらいから月見団子が売っています。私はそれを見て、お月見の季節かと気づきます。子供が喜ぶのでお団子を買います。そして月を見ながらお団子を食べます。でも5分ぐらいで食べ終わるので、そのぐらいしか月は見ません。でもきれいな月が見られたという満足感があります。大通りに出ました。私はあの明るい方向に帰ります。あの方向に娘の家があります。お月様がずっとついてきてくれています。電気がなかった昔は、お月様の明かりはとても貴重だったんだろうなと思います。明るいと安心ですからね。30分以上歩いたので汗だくだくです。でもきれいな建物がたくさん見れて、とても楽しい散歩でした。今日の動画の感想をぜひコメントで教えてください。皆さんのコメント全部読んでます。いろいろ書いてくれて本当に嬉しいです。またいい動画を作ろうという励みになります。そんなコメントの中から今日はこのコメントを皆さんにシェアします。ジュ・タキーさんからです。I've never heard anyone mention that intonation and pitch are two different things. It's something I've somewhat picked up on naturally, but never actually distinguished the two. Thank you for the comment, and you're right. Actually, not many people talk about pitch accent in the first place, so discussions distinguishing it from intonation are even rarer. Let's look at an example. The word 大丈夫 has a pitch accent that rises and then falls. When we turn it into a question, 大丈夫, the end rises. This final rise is a change in intonation. The key point here is that even when the intonation changes, the word's pitch accent remains the same. These aspects of Japanese phonetics are covered in detail in my course. I'm confident you'll have many "oh, so that's how it works" moments while studying. And those moments are game changers for improving your pronunciation. If you're curious to learn more, why not check out my website? The link is in the description.
It could be just what you need to take your Japanese to the next level. では、今日の動画はここまでです。高評価、チャンネル登録お願いします。さらにお友達にシェアしてくれると本当に嬉しいです。では皆さん、良い一日をお過ごしください。またね。